どうも、ジラティです。ロストオデッセイ、また続きをやっていきたいと思います。前回のね、そのまま続きなんだけど、前回さ、バックヤードってところに、行って、なんかちょっと腕試し的な要素がこのゲームにもあるみたいで、ケロロンと戦ったりしたじゃないですか。それで一応ゴッツァは一通り見て、じゃあ次サマンに行くって言ってワールドマップ開いたところで終わったと思うんですけど、でね、もう一回ね、戻ってみて、ちょっとケロロンとね、もう一回やろうと思って、来たのよ。そしたらね、ちょっとこんなやつがいてさ、全く見えなかった。なんかね、柱に隠れてて見えなかったんだよ。だからちょっと聞いてみましょう。気さくなベルゲン。では結局ね、ケロロンとは戦ってないんだけどさ、また今度戦います。ほら、なんかいい戦い方をするとだっけ、なんか条件満たすといいものもらえるだっけ、なんか言ってたじゃないですか。だからもう一回やろうとは思っているんだけど、ちょっとね、この気さくなベルゲン、ひどい寒さだの。ゴッツァの都も今じゃ見捨てられて寂しいもんじゃ。この間も旧市街から逃げてきた連中がローワータウンの入り口あたりに何か落としたって探し回っとったんじゃが、ローワータウンの入り口、こういうのが始まっちゃったのよ。だからデータ戻って今もう一回聞き直してるんだけどね。ほら、一回聞くとこの言葉ないからさ。ローワータウンの入り口ね、探し回っとった。結局そんなものより命が大事だと諦めてどこが行っちまったよ。やれやれ、こんなことになるとは信じられんよ。ほらね、こういうことなんだよ。ローワータウンの出る道に、ローワータウンから出る道に落とし物がある。ね、分かったもんじゃないよ。危ない危ない。これさ、気づかないよ。これさ、ほら、こっから出てくるじゃん。で、おじいさん見えないよね。でもあれかな、前回やったカント族のクエスト、あれクリアするとこの人が出てくるのかな。結構頻繁に歩くね。あれ気づかないなんてことないか、やっぱり。じゃあなんか連動してるんだな。よくゲームであるけど。これそういうことなのかもしれませんね。ローワータウンから出る道に落とし物がある。いや、ローワータウン、ちょっとだからケロロンはまだ行かないんだけどさ。ちょっと待って、なんか言う？いや、外相変わらず寒いの。こんなボロ建物でも風が入らないだけマシじゃよ。やっぱり前回話しかけてないな。いなかったのかもしれない。いや、結構頻繁に歩くね、おじいさん。やっぱ気づかないわけないな。もう一回ね、あそこに雑貨屋とかあるじゃん、10階に。だからああいうのもね、もう一回見ようと思ったの、戦う前にね、ケロのバックヤードね。そしたらあんなことになっちゃったのよ。ローワータウンから出るって言ったってさ、なんていうの、なんか歩きづらいなこっち行くとさ、ワールドマップになっちゃうじゃん。こっちもこっちも。だって他に行くとこないじゃんよ。光ってる。ほらナビゲーション。どこだ、こう行って、ここブルブル言ったよ。バイブレーションなんだよ。アクセサリー、無心の奥義書。無心の奥義書、無心ね。敵板にスキルスロットの空きに応じた。こういうことか。じゃあこれ全部外せばいいんだ。どのぐらい力入るか見ものだね。いやだけどかなり厳しいな、これ全部外さなきゃダメか。全部っていうか。面白い。そんなのあるんだ。ちょっと裏でやってみよう。相当守り固めたり、ちょっと周りのサポートが必要ですね。バックに下げるとか。いいものもらったよ。やっぱこのゲームは報酬いいな。前にも何回か言ったし、動画の最後の感想とかでも
私何回か書いたけど。そうだからとにかく前回言ったみたいにちょっとここ行きたいのよ。じゃあサマンね。さあここもねいろいろありましたね。さてまあ探索みたいに最初はなりますが、じゃあまずここから1000年の夢始まんないだろうな。ゴッツェの都は大変なことになったそうですね。まあ止まるとなんか変わるかもしれないけど、それ裏でやろう。あんでもゴッツェの都から逃げてきたの。お、人がいるね。こんな小さな村にしてなかなかいい宿屋だね。しばらくこの町に滞在するのもいいな。なんだって。僕が旅してる間にゴッツェの都が氷結したって、そんなバカな根も葉もない話さ。どうやらゴッツェの出身らしい。まあね、2回話しかけんのもなるほど。さてなんか変わるかな。取ったよな。さてサマンはそんな広くないから化け物のせいで港の船は全滅だそうだ。しばらく足止めされるのはしょうがないな。船の修理が終わるのはまだまだ先らしいの。でも異変はなくなったし気長に待つことにするわ。これはでもどっちにしてもね、エクスペリメントスタッフから脱出してきた時に船が全滅したとかなんとかだったよね。ここに泊まりましたね、みんなしてね。懐かしいな。こういうやりとりもありましたね。まあちょっと今詳しく言わないですけど、今のことについてはちょっとパート51か50ぐらいだったっけなにちょっと割と感情を込めて喋ったので。これね、人形と喋ってるやつまだいる？いる。奥さんいない。もう離婚したのかな。ここにいたんだよ。この人形と話してる旦那さんが嫌で。見てわかるだろ。今彼女と話してるんだ。邪魔しないでくれよ。買わないね。ダーリン愛してるよ。僕の最愛の人はやっぱり君だけだよ。奥さん出てっちゃったのかも。面白い。これピーポットね。面白い。本当に離婚したらしい。なんだ、旦那さんなんか言ってくれればいいのに。妻は出てったとか。こんにちは、どっから来たの？知ってる？この広場にお化けが出るんだって。もう出ないよ。こんにちは、今日もいい天気だね。お化けって本当にいるのかな？一度会ってみたいな。ゴッツェが滅びたなんて本当なのかしら。これからどうなるか心配だわ。ゴッツェが同じか。じゃあこの酒場なんかあるかな、情報。港の近くの家のあいつ。あれね、隠し帳簿の人ね。隠し帳簿を突きつけられてってね。これ変わんないね、言葉。サブクエでしたね。あの金持ち野郎ついに捕まったらしい。おかげでみんなせいせいしてるよ。これも気になってたんだよ。これサブクエなんじゃないのって言って、多分スクショ撮ってあると思うんだよな。これこのジュークボックスみたいの壊れてるんだよね。音楽でも聴きたかったんだから、まあしょうがないな。なんか変わった。修理できんの？壊れてるな。音楽でも聴きたかったんだが、まあしょうがないな。セドか。セドはウーラの地下水路でもいろいろ直してたからね。俺に見せてみな。こりゃなかなかいい機械だぜ。ちょっと手入れさえしてやれや。この曲いい曲だよね。何回かかかってるね、このゲームね、今までで。
すごいね、なんか聞き入っちゃったよすごいな、すっかり治っちまった。おかげでいつでも音楽が聴けるよ、ありがとう。お、これだけでいいの？冷水の5分。ちょっと聞いていたいんだけどさ、サントラとか売ってないかな。聞いていたいんだけど、何？すげえな。向こうだって。ってことはこれ、4属性あるんだな。火、水、風、土。向こうか。へえ。じゃあ、これの立場はうん。軽減。せっかく貯めたのに。SP。おお、これはすごい。おかげで懐かしい曲が聴けそうだ。いや、ありがとう。この曲はほんといいな。あいや、かけとこうよ。あら、あの機械、おじさんが直したの？すごい。精度ね。前さ、日本語で歌ってたっけ？今、これ英語だけど。ちょっとごめん、覚えてないけど。うん、すごいな、すっかり治っちまった。おかげでいつでも音楽が聴けるよ。この曲聴きたい場合はこう来るしかないのか。前から思ってたんだけどああ、これ前と同じ言葉だな。寒くないの？最近は日差しも明るいし、日向にいれば暖かいわ。でもやっぱり風は冷たいわよね。店の中ならその服でも寒くないでしょ。お嬢さん、まあ一杯やって温まろうよトスカへ通じてる洞窟の道にトスカへ通じてる洞窟の道があるんだが、入った途端化け物が出てきてね、通れなかったよ。これも前と同じですね。霧も晴れたし、もう化け物もいない。俺に一杯おごらせてくれよ。この街の出来事のことですね街を救った家に乾杯だ。確かにね、救いましたね。俺にも一杯注がせてくれよ。この曲をなんか昔のゲームだし、サントラとかあんのかな。あ、街もう聴けないか。だよな。あ、いい曲だ。お母さんたら最近なんか変よ。どうしちゃったの？あ、これも変わんないね。化粧水だか水だなんかってやつじゃなかったっけ？ああ、私も昔は美人だったんだけどね。いい夢を見たと思って諦めるしかないね。なんか間違い変になってる時に、なんか水だかなんだか、それ飲むと若返るだか綺麗になるだかっていう。それが売ってたんじゃなかったっけ？ちょっと待て、千年の夢か。これ壊れてるんだって。蹴っ飛ばせば治るなんてパパが言ってたけど、壊れちゃったら大変だもん。触っちゃダメだよ。機械好きなジルゼ。あ、機械好き？壊しゃしねえよ。ちょっと見せてみろ。いいね、セド。ほらよ。わあ、すごいや。あ、なんか蒸気みたいの出てきた。すごいや、治っちゃった。これお礼にあげるよ、ありがとう。おお、アダマント鉱石5個。これは前にどっかでもらったね。やっぱり3個もらったんだ。で今5だから8。ちなみに何に必要なんだ？アダマントはこれか。パワーマックスか。へえ、いいねいいね。はあはあ。ダメージアップレベル3。いいね。裏で作っとこうか。見えないか。この木はずっと見てても飽きないんだ。直してくれて本当にありがとう。これもなんか異変が街で起きてた時になんかあったんだよね。ちょっと今うまく言えなくて申し訳ないんだけど。これもサブクエでしたね。お前ら仲直りしたのか。あ、もうそっか、もう仲直りしたんだったな。ゴッツァから逃げてきた連中に会ったが、もう港は凍りついちまって住めないそうだ。
あの時の話はしないのか。ゴッツェが滅びたって話だが本当かね。あんたたち何か知らないかい。知ってるけどね。これね。あんたのおかげで無実の罪は晴れたし、町の奴らも反省したみたいだし、ありがとうよ。泥棒扱いされたんだよね。でも本当に昔泥棒してたんだよね。昔やったことが帳消しになるわけじゃねえんだぞ。確かにあの時は、あの件は泥棒してなかったけど、窃盗してなかったけど、これ調査員ね。あんたたちのおかげで、この主人を逮捕できたよ。どうもありがとう。主人はもういないか。奥さんいないんだね、さっきのね。残念だな。もう離婚したわとか言ってくれれば面白いのに。これもなんかサブ系だったかな確か。ゴツの都はこっちまって軍も全滅って本当かい信じられないな。これは特に、いいもの揃ってますよ。このゲームはさ、物語が進むにあたって、これが増えたり減ったりっていうか、はしないみたいだね。どうやら。要するにいいものがどんどん入荷されるっていうの？そういうことではなさそうだな、このゲームね。こっちもそれなりに人いたよな。港の方とか。あれここら辺入れなかったっけ？ゴッツァの都滅びだなんてとても信じられんが本当らしいの。やっぱゴッツァの話で持ちきりだな。化け物どももいなくなってほっとしていたのになんてことじゃ。これは解決したいろんな一件のことですね。ここね。ここの奥にさ、ここも来たかったんだよ。なんか謎の部屋があってさ。そっか。まあ変わんないだろうな。自動ドアだったっけ？これ一体何なんだよ、この部屋。珍しいものを探すのは、これでなかなか大変でね。オークションか。いや、そのオークションっていうの早く開いてくれよ。面白いものが出品されるんだよ。いや、その面白いものをまだかよ。今ちょっと品切れでね、何もないんだ。一体いつまで待てば開いてくれるんだろう。ちょっとわかんないんだよな、意味が。なんか条件があるんでしょうね。掘り出し物もよく出るんでね、はるばる買い付けに来ても十分元は取れますよ。いやー、だからその元を取らせてくれよ。元っていうか、ちょっと見せてよ、その品をさ。こんなとこに。おや、あの時のあんたたちのおかげでサマも元通りだよ。だろ？ゴッツァの都がひどいことになったって聞いてね。あんたたちは大丈夫かと心配していたよ。そっか、ゴッツァに向かいたいってことは言ってあったからね。あの人にっていうか、街全体にというか。ゴッツァは無事に行けた。おお、そうよかった。やっぱりね、覚えててくれたんだ。今日もいい天気で海もご機嫌がいいみたい。不安なことも多いけど頑張るしかないよね。ゴッツァの都が凍りついてしまったって本当かい？何があったんだろう、恐ろしいね。僕も大きくなったら船乗りになるんだ。それで父ちゃん兄ちゃんみたいな強い海の男になる。父ちゃん兄ちゃんって誰かな？まあそんなに気にしなくていいのかな。なんか2つばかりサブクエみたいのがあったけど、あとは何もないかな。あとね、このゲームのね、いいところっていうか、昼とか夜とかないじゃん。要するにさ、それがあると煩雑になってくるじゃん。いや、面白いんだよ、それはそれで。で、夜にしか聞けない人とか、夕方にしか聞けない人とか、朝にしか現れない人とかってほら、いっぱい複雑になってくるじゃん。よくそういうゲームあるじゃん。それがないとさ、割とサクサク進めるよな。
ちょっとずっと聞いていたいんだけどさ、仕方ない。出るか。じゃあ今度は難民キャンプね。行ってみよう。東と西、まあじゃあ西、ちょっと覚えてないや、どっちがどっちか。まあ別にそんな広くないからいいんだけど。いや今1000年の夢なかったね。さて1000年の夢が始まるとちょっときついもんがあるが、ゴッツはもう終わりだ。ちょっと一回セーブ取ろうかな。ちょっと1000年の夢が始まった時のために、じゃあ一旦カット、セーブしました。カットしてるはずです。さっきの曲もさ、植松信夫さんなのかな。いや、ようこそ。よく無事だったな。まあゆっくり休んでいきなよ。外は寒いけどこの中は暖かいだろ。なんかあんまり言葉変わんないかな。ゴッツはもう終わりだ。これからわしが一体どうしたら。ゴッツは出身かな。信じられないが、たかが氷で。あ、ゴッツは出身も何もここゴッツァの難民キャンプだ。そういえば都が壊滅するなんて。化け物みたいな氷が降ってきて、あっという間に何もかも壊されちまった。確かにね。ねえねえ知ってる？ああ、これ前聞いたね。カント族は寒さに強いって。カント族の耳ってすごく大きいから遠くの音まで聞こえるんだろうな。ああ、これも知らね。どこのガキも同じことを聞きやがると。これも同じだな。そうかそうか。ここはそうか、ゴッツァの異変を知ってるから特に変わらないのか。この辺の魔物のボスを倒したって本当かい？これで魔物もおとなしくなるよ。ありがとう。おお、これはドンラプロスの件ですね。サブクエ。まあのんびりしてきたまえ。装備が不安ならこのテントの中の男が役に立つよ。あれ、こんな人いたっけ、この入り口に。これはリングメーカーだな。変わんないよな。いや、あんたたちか。あ、この人から依頼を受けたんだ。ドンラプロス討伐。みんなの恩人にはサービスさせてもらうよ。さあ何がいるんだい。サービスっていうからさ、なんか安くなってんのかなと思ったら特に安くなってないみたいなんだよね。どうやらね。さてと、今んとこ1000年の夢は発生してないな。ちょっとこっちの方から行こうか。カント族か。あれ、お前なんか見覚えあるな。誰だったっけまずいな。まああんたらの仲間を多少なりとも殺したかもしれないけどな。手紙を届けてくれてありがとう。ああ、これもあれね、ローワータウンにいたお母さんに届けたんだよね。サブクエね。もう少し道が安全になったら一度家に帰ってみる。あんたたちには世話になっちゃって。買わないか。ウーラじゃガンガラとかいう人が新しい王国を作ってそうだよ。楽園だっていう人もいるね。そうね。特に今んとこ変わらないか。あんたたちが魔物を退治してくれたんだって。おかげで本当にほっとしたよ。知ってる？ここのお水って、温泉のことか。ここ何もなかったな。何もなかったっていうかトレハンメモであったけど人はいないよな。おっと、始まってしまった。やっぱり1000年の夢か。今の赤ちゃんで思い出したんだね。さて何を思い出したのかな。リレムかな。天国に一番近い村。出た。いきなり読めないぞ言葉。春剣っていうのかな。山々に、囲まれたこの村では女たちは生涯に何人もの子供を産む。5人6人は当たり前。村長の奥さんはつい先日10人目の子供を出産したという。嘘だろ体に負担がかかりすぎるな。この村の女性たちはなぜだと思う。旅の人。若者は雪に囲まれた村を見下ろして皆無に聞いた。
カイムが黙って首をかしげると、若者は小さな革袋から透き通ったキャンディーのようなものを取り出し、口の中に入れて笑いながら言った。すぐに死ぬんだ。子供が？ああ、一人前の大人になるまで育つやつはほとんどいない。大概の子供は短い夏を5回か6回過ごしただけで死んじまう。村長の奥さんだってもう7人の子供を亡くした。そういう理由ねなんだ。嘘だろ。5回か6回だけ？遺伝子の問題なのか、あるいはまだ正体が明らかになっていない風土病でもあるのか。昔から遠い昔からこの村の人々は短命なのだという。ああ、最近の流行り病とかいうわけじゃないんだ。はあ、そういえば老人の姿を見かけなかったな。だろう？何十年か前に50まで生きた人がいたらしいんだけど、それが村の歴史で最高齢だったっていう話なんだ。なるほど。だからと若者は話を続けた。俺たちは子供をたくさん産む。たくさん産んでたくさん、ごめんなさい、読めない。たくさん、ともらってじゃないよ。喪服の喪なんだけど、訓読み音読みがごめんなさい。でも一人でも大人になるまで育ってくれれば家の血筋は絶えないし、村の歴史は続く。そうだろう。まあね。若者は16歳だった。同い年の妻がいる。そして間もなく最初の子供が生まれる。結婚も早いね。まあ昔の日本もそうですよね。若者は口の中のキャンディーを噛み砕き、さあ行こうとソリを引くでいいのかな多分引くじゃないんだろうな。綱を手に巻きつけた。まだそれに荷物は乗っていないが、勾配の急な雪道を、ソリを引いてじゃないよな、登っていくのはかなりの重労働で、だからこそ賃金は悪くないのだという。ああ、そういう仕事か。若者は3つ年上の相棒を数日前に亡くしたばかりだった。悪いけど峠を登りきるまでソリを押してくれないからと通りすがりのカイムに頼み込み、カイムがそれに応じてにわかコンビが出来上がったのだった。カイムはソリの後ろに回って若者に聞いた。家畜はいないのか。ああ、馬も牛もロバも不思議とすぐに死んじまうんだ。動物もか。町の市場で高い金を出して買ってきても、ろくすっぽ働きもしないうちにくたばるから、結局のところは俺たち人間様の力で畑を耕したりソリを引いたりするのが一番なんだ。出たよ、まただ。ソリをね、まあ引くでもいいか若者の腕は太く、雪道を、踏み分ける足取りは力強い。だが相棒はもっとたくましかったのだという。これ何回も出てくんなしかも調べ方もわかんないよ、こんな難しい字じゃさ。ソリのなんとか着方や、うさぎ狩りの罠のかけ方、火の起こし方、生きるためのさまざまな知恵を弟のように可愛がっていた若者に、授け、そしてあっけなく言った。天国に一番近い村だっけ。ああ、そういう意味か。人が死ぬ時はいつも突然なんだ。さっきまで元気だったやつが急に倒れ込む。苦しむ間もなくそれっきりさ。医者を呼ぶ間もないし、たとえ医者が来ても何もできない。君の相棒もそうだったのか。ああ、夜中のうちに降り積もった雪を、かいてっていうのかな、道をつけてる、途中に倒れた。俺たちが慌てて駆け寄った時には、こと切れてた。いつものことさ。本当にいつもそんな風に死んでいくんだ。大人も子供も。突然なんだな。じゃあ君も多分ね、その瞬間がいつ来るか誰にもわからないんだ。何十年も先のことかもしれないし、明日かもしれないし。
明日かもしれないし。淡々と言った若者は、皆無を振り向き、自分の胸を指さして、今かもしれないと笑う。いい笑顔だった。運命を呪ったり恨んだりする様子はなく、自暴自棄になっているわけでもない。死ぬのが怖くないか。皆無はそう聞きかけてやめた。それはひどい愚問のような気がしたし、そんなことを聞く資格は自分にはないんだと思ったから、永遠の生を背負った男が突然の死を背負った男にかけることのできる言葉など一体どこにあるのだろう。まあここでもやっぱり皆無は永遠の命を持った者と限りある命を持った者のとのその差っていうのかな、また感じるわけですね。どっちがいいどっちが悪いっていうわけでもない、むしろ限りある命を持った者の方が、限りあるだけあってね、いろいろやらなきゃいけないこともあるわけじゃないですか。永遠の命じゃないから、そういうことも前もありましたよね。だから一つ一つそうやって学んでるわけですよね、こっちの世界に来てからね。皆無はね、皆無と若者と皆無は険しい山道を、それを引いてもう引いてでいいか登り続けた、2人が目指しているのは峠を越えた先にある湖だった。結氷したっていうのかな、湖から氷を切り出して、村に持ち帰るのが若者の仕事だ。氷屋さん。俺たちの村ではこの氷の湖のことを命の泉と呼んでいる。村のあちこちにある湧き水の源をたどれば全部命の泉に、行き着くんだ。皆無は黙ってうなずいた。右下のあの絵、命の泉の氷はなかなか溶けない。だからほらこんなことだって。若者はまた皮袋から透き通ったキャンディーを、いや氷のかけらを取り出して口に含んだ。キャンディーじゃなかったのか。元気が出るんだ。仕事をする時には欠かせないし、妊娠している女の人や体力のない赤ちゃんだって命の泉のかけらを氷のかけらを口の中に入れるだけでたちまち元気になるんだから。ただの水じゃないのかね、もしかしたら。再び黙ってうなずく皆無に若者は一かけらの氷を取り出した。氷を差し出した。本当はよそ者には渡しちゃダメだと言われてるんだけど、あんたには助けてもらったんだから特別だ。その代わり、ソリに氷を積み込むところまで手伝ってくれよ。帰り道は俺一人で大丈夫だから。無言で氷を受け取った皆無はうまいぜと笑う若者からそっと目をそらして口の中に入れた。真水でできているはずなのに氷はほんのりと甘かった。やっぱりなんかちょっとあんのかな。予想通りだった。皆無は若者の目を盗んでそっと氷をこれが原因か。皆無は若者の目を盗んでそっと氷を吐き出した。毒の味だ。これは道理で不穏な音楽なわけだ。村人たちにとってこの味が当たり前になっているのでわからないのだろう。だがここには確かに氷が溶け込んでる。勝手に消えてやめてくれ。今読めなかったぞ。長い時の流れは、歴史の傷跡を伏せさせてしまう。万年雪をかぶった出たまた読めない、なんとか瞬間な山々はその向こう側に広がる世界の存在をふと忘れさせてしまう。今毒っていうのが落ちていったのか。若者が命の泉と呼んだ湖は山の向こう側の世界、湖に注ぐ川の源あたりではかつて死の淵と呼ばれていた。どういうこと？何？もう数百年にもなる遠い昔、水源地付近一帯が鉱毒かに侵された。腹を上にして浮かんだ魚の死骸が川を埋め尽くし、地表から霧のように立ち上る有毒なガスは獣たちだけでなく空を飛ぶ鳥の命をも奪った。森は枯れ、鉱山開発でにぎわっていた町は無人な廃墟となった。
はあ、なるほどな。もっと早く気づかなかったか。長い歳月をかけて自然は回復していった。森の緑が戻り、それを目当てに小さな生き物がやってきて、さらに彼らを狙って大きな生き物が姿を見せるようになった。しかし人間は戻ってこなかった。山深い水源地で起きた悲劇を語り継ぐ者もいなかった。全てを知っているのは1000年を生きる男カイムしかいない。なるほど。それがこの湖に来てるわけだね。若者は結氷した湖畔に佇んだ。気持ちよさそうに伸びをした。佇んで気持ちよさそうに伸びをした。ねえ旅の人、俺は時々思うんだ。俺たちの村はひょっとしたら天国に一番近い村なんじゃないかって。天国に近すぎるからみんな早くから、神に召されちまうんだ。そんな気がしないかい。天国っていうか地獄じゃないのか。貝まで余ったままだった。だけどここの水に頼らずとも他に水ないのかな。この水を飲むなって言った瞬間まずいかな。長い年月をかけてこの湖は上流から流れ込んでくる鉱毒を溜め込んだ。地表に染みていった毒も長い年月をかけて地下水と混ざり合い、湧き水となって村人たちの喉を潤している。鉱毒の科学的な成分はよくわからない。ただ人の体に蓄積された毒は突然訪れる最後の瞬間まで決して人々を苦しめたりはしない。それはせめてもの幸せなことなのだろうか。あるいは不幸せより湧き立たせてしまうだけなのだろうか。若者はノコギリで岸辺の氷を切り出しながらデモと続けた。生まれてくる子供には長生きしてほしいよ。5人生まれたらそのうちの1人でもいい。大人になって子供を作るまで生き抜いてほしいんだ。そうすれば俺がこの世界に生まれてきた意味が見つかるような気がするんだ。俺の親父やおふくろもじいさんやばあさんもみんなそうやって子供をたくさん産んでたくさん弔って1人か2人だけ無事に育て上げて死んでいったんだ。それが俺たちの人生の意味だ。額に浮かんだ汗を拭ってまた氷のキャンディーを口に含む。全て教えてやったら、そう歴史の闇に葬り去られた全てを彼に伝え、村の人々に伝えたら悲劇はもう繰り返されずに済むのかもしれない。そうなんだけどさ、水の確保はどうすればいいのかな。ただ若者は言う。俺たちの村で赤ん坊が生まれると役場の鐘を鳴らすんだ。人が亡くなった時も鐘を鳴らす。同じなんだ。コインの裏表のようなものなんだよ。人が生まれることと死ぬことは。なるほど。だから人が死んでも悲しみはない。みんな笑って見送るんだ。天国のいい場所を先に行って取っておいてくれよってわかるかい。その感じ。ああ、わかるよ。俺たちはずっとそうやってたくさんの命を村に迎えてたくさんの命を見送ってきた。俺が学ばないからうまく言えないんだけど、俺は学がないからうまく言えないんだけどなあ、村の人、天国に一番近い村っていうのは要するに生と死が隣り合ってる村ってことなんじゃないのかな。でもさ、そういう概念があるっていうことは、早く死ぬっていう概念があるってことは普通そうじゃないっていうことを知ってるってことだよね。だからそれは皆無とかたまにポツンとくる村人から聞いた話で、ああやっぱり俺たちはちょっと他とは違うんだっていうふうに思ってるんだろうね。だってそれが何百年も続いて当たり前なんだったらそう思わないじゃん。人間の命は短いんだっていう、ただそれだけでしょ。わかんないけどね。若者はそう言って自分の言葉に照れたように笑った。もうじき子供が生まれるっていうんで、鐘が鳴った。俺もちょっとは難しいことを考えるようになったのかな。いやでもわかるよ、言いたいことは。その時だった。麓の向こうから鐘の音が聞こえた。ゆっくりと何度も鐘が打ち鳴らされる。ああ、生まれたな。若者は大きくうなずいて、俺の子供だと噛みしめるように言った。死んだんではなく生まれた方の鐘ね。同じように鐘を鳴らしても人が生まれた時と死んだ時とでは、音の響きがそうなんだ、微妙に違う。それを聞き分けられるようになった時、この村の少年や少女は大人になったとみなされるのだという。長生きしてくれるといいけどな。
万感胸に迫る顔でつぶやいた若者は、その望みを自ら打ち消すように続けた。でも長くても短くても俺の子供がこの世に生まれてきてくれた。それだけでいいんだ。俺は嬉しいよ。本当に嬉しいよ。目に涙を浮かべて笑う。そして若者はそのちょっと待ってくれ。だと思った。若者はその笑顔のまま倒れた。まだ見てないぞ、子供を。倒れちゃったよ。嘘だろう。しかも突然なんだよな。あ、カイム。冗談だろう。カイムは若者の亡骸をソリに乗せて村に戻ったか。若者が話していた通り、村の人々は生まれてきた赤ん坊を迎えた時と同じ笑顔で若者の死を受け入れた。死は悲しむべきものではない。それはただ天国に召されるのが早いか遅いかだけのことなのだから。考え方一つとはいえ、若者の妻は彼の形見となった革袋から氷のキャンディーを一かけら取り出して、そっと赤ん坊の口に入れた。入れてもらいたくないが、あなたは元気に育ってね。お父さんは天国でとびきりの場所をあなたのために用意して待ってるから、ゆっくりゆっくり天国へ行けばいいの。それまではこの村で大きくなりなさい。妻の言葉は子守歌のように優しく響く。カイムは何も言わないか。正しさを貫くなら沈黙は罪かもしれない。だから永遠の生を背負ったカイムは正しさのあやふやさやうさんくささも知っている。多くの人々はお互いの正しさを振りかざして争い、傷つけ合い、命を奪い合う。それに比べて若者の死に顔はどこまでも穏やかで安らかで、天国に一番近い村はやはり幸せに満ちているのだろう。まあ、ある意味ね。赤ん坊が泣いた。決して長くはないはずの生の始まりを自ら祝うように大きな声で泣いた。カイムは微笑んで村を出た。役場の鐘が打ち鳴らされる。遠くの山々にこだまするその鐘の音は、恨むことも悔やむこともなく生を全うした若者を祝福しているような澄み切った響きだった。さっきの鐘の音はもう覚えてないけど、ちょっと違うのかな。ちょっと音がね、音が。俺が長生きする生を閉じる時には、俺がこの長すぎる生を閉じる時には、カイムは思う。できればこんな鐘の音で見送られたい。だがその日は決して訪れないことを知っているから、カイムは立ち止まらず、振り向きもせず歩き続ける。長い旅はまだ終わらない。今回はその青年が主人公だったようだな。パート50、かな。前感想にも書いたけど、51でも書いたけどガンガラの記録装置、記録媒体っていうのかな。それをムービーっていうか、ムービーでもいいのか、カットシーン、あれを見てからやっぱりこの千年の夢を見る目も私も変わりましたのでね。ただカイムはこの千年をね、死ぬこともままならないこの体で生き続ける。で、いろんな生や死を見続ける。そういう辛い人生なんだなぐらいにしか思ってなかったのよ。だけどもっと違う意味があるんだよね。そこに気づいた時、このゲームのさ、千年の夢っていうのかな、もうそうだけど、ちょっと見方も変わってくるのよ。だからますます向こうの世界で一体どんな存在だったかを早く知りたいんだけど、まだね、知ることができないんだけどね。要するにいろんな思い、喜怒哀楽とかなんとか、悲しみとか嬉しさとか、カイムもリリムっていう子供を作ったわけだから、その幸せ加減とかね、そういうのはこの1000年で学んだことなんだよ、どうやらね。
おそらくね、予想するに。だからその鏡の向こうの世界、真っ白な世界とかもいう風にも呼んでたけど、そこではなんかそういう存在じゃないんだよね。なんか多分ね。うんうん、わかんないんだけどね。だからこの世界っていうのは随分あれこれいろいろね、まあ喜怒哀楽もそうだけど、あるんだなっていう言葉はまだ5人から1回も聞けてはないんだけど、おそらく絶対そう思うはずなんだよ。そういう概念がない世界から来たものはね。だからガンガラもそれを利用して人心掌握とかいろいろしてるわけなんだけど、まあカイマはこうやってまた一つ、知ったわけですね。さて一回また他にも発生するかもしれないからセーブ取ろうかな。今回はここまでにしようかな。ちょっと一回カット。その赤ん坊、あ、ごめんなさい、セーブしました。その赤ん坊はどうなった？変わる？なんかここの医療テントだっけ？ここだけ見たら終わろうかな今日。落ち着きのないノール。ゴッツが滅んじまったというのは本当かね。わしも一度死ぬかと思ったもんじゃが。これさ、これもサブクエっていうかトレハンメモだと思うんだけど、全然言ってくんないんだよな。東の雪原で宝箱を見つけてね、開けようと思ったら遠くの氷の魔物が見えたんだ。それで慌てて逃げたら足をくじいちまってこのざまさ。やれやれ、ようやく起き上がれるようになったけど、退屈でしょうがないよ。特に変わんないか。このテントは怪我人や病人専用よ。これ、ピポットね。これも変わんないかな。変わんないね。これね。これドンラプロスのことじゃない。魔物の肉じゃなくて、爪ね。ねえねえ、あの魔物の肉を持って帰ってきたって本当？すごい、あの魔物たちをやっつけちゃったんだ。じゃつまんないの。転んだだけなのにまだ外に遊びに行っちゃダメだって。肉ではないんだけどね。さてと、話しかけたっけ？あなたたち外から聞けたんですって？疲れたでしょ？そこのテントに寝床があるから少し休んだら。始まってしまった。違うか。この洞窟安全、でもまだわかんないな。この洞窟安全なのはいいけど薄暗いよな。この魔導機関が動けばいいんだが故障してるらしいんだ。魔導機関どこ？でもこんな魔導機関の仕組みセドかあれ。こんな魔導機関の仕組みなんかわからないし、魔導機関なんてどれも同じさ。見せてみろ。俺ならすぐ直してみせるぜ。セドすぐ直せるからな。本当かい？実はここには6台も壊れた魔導機関があるんだよ。みんな直してくれたらお礼はするよ。これはサブクエだね。1000年の夢じゃなかった。6台ちょっと多くないか。そりゃまあいいさ、任せておきな。いいね。ここには6台も壊れた魔導機関があるんだよ。全部直せればこの洞窟も明るくなるんだろうけど。ああいうことか。ちょっと待って、一回セーブ。ちょっとビクこれは始まったんじゃないか。さすがに次回だ。もう時間ないから。なんかこの火を見て思い出したのか。これはダメだ。次回だな。じゃあここまでで、次回はその魔導機関っていうのもじゃあやっていこうか。ここのエリアだけなんだったら早く終わりそうだよね。6箇所だろうが10箇所だろうが。これはダメだ。次回こっからにしましょう。この1000年の夢からやりましょうか。では、今回もご視聴いただきありがとうございました。やっぱり1000年の夢もね大変なんだけど読むの。読んどくことによってカイムたちのね、1000年間のねいろんなこともわかるし、カイムたちの成長っていうのかな、それもねわかるわけですよ。それでだんだんこの世界に染まってきたっていうことがね、それによってカイムたちガンガラ除いて他の4人、それはね、何を思うっていう感じですよね今ね。だから向こうの世界に帰らなきゃいけないんでしょ。だけど今は何を思うですよ、いわゆるね。
どれぐらいの縛りで、向こうから派遣されてきたのか知りませんけどね、どんだけの強い力で絶対帰らなきゃいけないのか、とかね、では今回もご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。ジラティでした。じゃあね。